皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回の動画を撮影してから1週間ほど経ったところです。時は6月下旬のある一日の昼下がりです。撮影を行った時の天気は晴れていました。その時の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で23度にまで上がりました。この地方としては真夏の到来を思わせる暖かい日でした。今回は撮影した時の動画を背景映像として紹介しながら、ミツバチヘギイタダニが養蜂場の間をどのように移動しているのかという問題に焦点を当てて考えてみたいと思います。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。さて、このシリーズでは過去に何度かミツバチヘギイタダニを特集してきました。それはミツバチヘギイタダニによる被害の実態やそれへの対策といった内容でした。本シリーズで紹介してきた当養蜂場におけるミツバチヘギイタダニとの戦いは2024年に始まりました。つまり今から2年前の夏から秋にかけて極めて深刻なミツバチヘギイタダニの被害に見舞われました。そのため当養蜂場はその時全滅寸前にまで追い込まれました。そして首の皮一枚つながってなんとか越冬に持ち込んだ一軍は個体数を減らしながらも北国の厳しい冬を乗り越えて翌年の春を無事に迎えることができたのです。それ以後1年4ヶ月の間、今日に至るまで当養蜂場ではミツバチヘギイタダニの姿を見かけていません。ただ世間では依然としてミツバチヘギイタダニが消滅を極めているようです。というかミツバチヘギイタダニの被害は年を追うごとにますますひどくなっているようです。このチャンネルでは昨年4月の動画で当時の私の個人的見聞に基づいてミツバチヘギイタダニの被害の実態とさらにミツバチ不足について論じました。ただその時の話はあくまで私の個人的な体験による知見でして、いずれそのうち全国的な統計資料による裏付けが必要であるともそこで述べていました。そうした全国的な統計資料としてこの日本養蜂協会が調べて作ったデータを見てください。それによると全国の農家さんが果物や野菜の花粉を交配するために使うミツバチの購入希望数は年間約5万5千群になっています。そのうち2024年と2025年には約2割の1万群強がミツバチ不足のために手当てできなかったのです。こうしたミツバチ不足の主な原因はミツバチヘギイタダニによる被害であったとされています。ただ2023年以前のデータがないので蜂不足がここ 2,3 年の顕著な事柄なのか、それとも慢性的な事象なのかはこれだけでは分かりません。そうは言っても近年の蜂不足は事実なので、蜂不足を補うためにマルハナバチやハナアブに花粉媒介昆虫の助っ人を頼む動きが見られるようです。ところでこれだけ世間を騒がせているミツバチヘギイタダニが蔓延している背景には、誰もが思い浮かべるであろう温暖化といった自然的要因だけではなくて、複雑な社会的経済的な要因が絡んでいるのではないかとも疑ってみたくなります。ただこうした大きな問題を考えるためにも、まずは当養蜂場でどうしてここ1年数ヶ月にわたってミツバチヘギイタダニを抑えることができているのかを考えてみる必要があるでしょう。小さな解決策を考えることを通して大きな問題にアプローチしていきたいと思います。でなおミツバチヘギイタダニを抑え込んでいる養蜂家さんは当養蜂場だけではなくて他にも世間にはいらっしゃると思います。そうした中で本養蜂場の特徴として申し上げたい点は、薬物は今のところ承認されているダニ駆除剤以外の薬品は使っていないということです。即効性のある新薬を使うとミツバチヘギイタダニが蔓延する背景が覆い隠されてしまうような気がします。
過去の動画で紹介してきたのは、一つは、ダニの災いを乗り越えた軍には、ダニを退治する習性が備わっているのではないかということでした。具体的に言うと、ダニを払い落とすことができるグルーミングが好きな軍が生き残ったのではないかということです。そして、グルーミングが上手な遺伝子を持ったコロニーを選抜して育種すれば、それがダニ退治につながるのではないかという考え方です。二つ目は、寒冷地での越冬がダニ対策に有効なのではないかという考え方です。近年の温暖化の中で、日本国内で冬期間にもミツバチの産卵と育児が続く地域が広がっています。ところが、ミツバチの幼虫やさなぎが育つための蓋がついた巣房は、ダニが増える際の温床になっているのです。ですから、ミツバチが冬にも産卵と育児を続ける地域では、冬にもダニが増えています。反対に、冬にミツバチの産卵と育児が完全に途切れる寒冷地でミツバチを越冬させると、そこではダニの繁殖を抑えることができるわけです。最もメスダニの成虫はミツバチの体表に取り付いて越冬します。こうした越冬ダニを退治するためには、春先のダニ駆除剤の巣箱への投入が未だに有効であると私たちは考えています。今年の春先は私たちは巣箱の中にアピバールを入れました。さて、こうやってなんとか養蜂場からダニがいなくなったとして、ダニがいない、言うならばダニフリーの状態は一体どのようにしたら維持できるのでしょうか。もちろんダニは養蜂場の地面から湧いて出てくるわけではありません。ですからダニは養蜂場の外から養蜂場に侵入してきます。ですからダニフリーの状態を維持するためには、ダニが養蜂場の外から侵入してくる経路を遮断する必要があります。ではダニはどのようにして養蜂場の外から養蜂場にやってくるのでしょうか。ダニは自力で養蜂場にやってくるのでしょうか。その場合、ダニは飛ぶことができませんから、自分で歩いて養蜂場にやってくるとでも言うのでしょうか。しかし、体長1ミリほどの小さなダニが何キロも離れた養蜂場の間を歩いて移動してくると考えるのは、あまり現実的な想定ではありません。そこで定説では、どうやらミツバチ自身が外から運んでくるということになっているようです。つまり、ミツバチヘギイダダニは、ミツバチの飛行機に乗って養蜂場にやってくるのです。そこではいくつかのケースが考えられています。例えば東蜂です。東蜂とは、蜂がよその巣に侵入して蜜を盗んでくる行為、あるいはこういう仕業を行う蜂のことです。東蜂を行う蜂の体表にダニがついていて、それがよその巣箱に行ってダニを持ち込んで拡散するケースと、反対に蜜を盗んできた先でダニをもらってしまってくるケースとが両方ともあるようです。特に秋になると蜜源が少なくなって東蜂が起こりやすくなる一方で、ダニも1年の中で最も増えている時期なので、両者が重なって感染が急速に広がると考えられています。あるいは巣の外に出た蜂は、通常は自分の巣に戻るんですけれども、イレギュラーに他の巣に舞い込む蜂がいて、その迷い蜂にダニがついていると、そこからダニが拡散するケースもあるようです。はっきり言って、今言ったようなミツバチの巣箱間の出入りというものはどうしても起こってしまうことなので、人間には防ぎようがありません。人間にできることといえば、蜂群の勢いを強く保って、東蜂が起こりにくくするということや、巣網を狭くして、東蜂に対してガードしやすくするということぐらいです。ですから、ダニの養蜂場への侵入の防止には、乗り越えることができないある限界があるわけです。ところで私は先ほど、ダニが地を張ってやってくるのは
ダニがあまりに小さいので現実的ではないと言いました。ではダニは自力で歩いてやってくるのは無理であるとして、何か乗り物に乗ってやってくる可能性はないのでしょうか。先ほどミツバチの飛行機に乗ってダニがやってくるという話をしましたが、それ以外に何かダニの乗り物はないのでしょうかということです。ただ、解明されているミツバチヘギイタダニの生活史は、ミツバチの巣箱の中で見事に完結しています。ですから繁殖や生育のために他の生き物を経由するという余地はどうやらなさそうです。ですから、ミツバチヘギイタダニが中間宿主を利用しながら移動していると考える余地はなさそうです。ただ、ミツバチヘギイタダニではないのですけれども、トゲダニの仲間にはオサムシにくっついて移動する種がいます。こうしたトゲダニはオサムシに寄生しているわけではなくて、地表を歩き回って長距離移動するオサムシに張り付いて便乗し、単に移動手段としてオサムシを利用しているだけです。飛行機ではなくてオサムシを自動車として利用しているわけです。そして生息に好都合な場所にたどり着いたならば、ダニはオサムシから離れて新しい生活を始めます。ミツバチヘギイタダニについてこういった地表性昆虫への付着は今のところ確認されていません。しかし可能性は否定できないと私たちは考えておりますので、用心するに越したことはないと思っています。はい、今回は6月下旬に撮影した動画を背景映像に使いながら、主題としてはミツバチヘギイタダニの養蜂場間の移動というテーマでお話ししました。定説であるミツバチ自身による運搬に加えて、ダニが地を張ってやってくる可能性も試論として検討してみました。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。ミツバチヘギイタダニについては多くの方が関心を持っているようですので、これからも関連する動画を作っていこうと思っています。気になる方はどうぞチャンネル登録をしてお待ちください。でなお、高評価や動画のシェアもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。